も皆さんこんにちは。レッドです。ポラレビア。最近私はちょっとだけ気になってることがございます。それがこちら、ハイゼットの内張りで表面が汚くて、しかもペラッペラです。気になるなぁ。そこで今回はこのボロボロの内張りを高級感のある内張りに張り替えていきます。ということで内張りの張り替え作業、レッツスタート。今回はドアパネルをカーボンで張り替えていくんですけど、見事に失敗してしまいました。なので優しく見守ってください。それではドアの内張りを取り外していきます。前回の動画でパワーウィンドウに変更しているので、ここの取り外し方がちょっと違います。もう本来であればこの手回しハンドルがあって、これをぐるぐる回すと窓が開け閉めができるんですけど、この手動式のハンドルの固定方法はピンで固定をされています。なのでこのハンドルを取り外す時にはマイナスドライバーを使ってこのピンをこのように取り外しちゃってください。こんな感じで運転席側も取り外します。それじゃあ表面を剥がしていきましょう。おい、表面のレザーが取り外せました。でボディに固定するためのピンがこのようにめっちゃ動くので、一旦ボディに取り付けます。こんな感じに運転席側もやっちゃいます。次にこのアルミテープを貼った裏から樹脂を流し込んでいきます。そして今回使っていく樹脂がこちら、キックメンドットアジアのインパラフィン樹脂です。このインパラフィン樹脂を使うと表面がカラッとした仕上がりになります。そして硬化剤が 1% から 2% 必要になるので、この2つを混ぜて塗り込んでいきます。さっきまでねぐにゃぐにゃしてたんですけど、ちょっと硬くなりましたね。はい、そしたらアルミテープを剥がしていきます。今の作業で穴が塞がりました。そして表側の段差を削っていくので、こういった極端な段差は今のうちに埋めておきます。後で削るときに極端な段差ができなくなります。表面が固まりました。そしたらこの表面をなだらかにしていきます。表面の段差がある程度なくなったので、ブラックで塗装をしていきます。ブラック塗装が乾燥したので、次にこちらキックメンドットアジアのノンパラフィン樹脂
ノンパラ樹脂は空気に触れている部分がセロハンテープみたいにペタペタするので、接着剤代わりとして今から表面に塗り込んでいきます。結構一発目木材に吸収されちゃいましたね。なので30分ほど乾燥させた後にもう一度ノンパラフィンを塗っていきます。今10分から15分経過して表面がペタペタひっつくようになりました。この状態の時にカーボンクロスを貼り込んでいきます。こちらキクメンドットアジアで販売しているカーボンクロスです。カーボンクロスの張り込みができたので、ここからノンパラフィン樹脂を染み込ませていきます。そして樹脂には色があるんですけど、カーボンの仕上げを使う時には透明のカラーを使ってください。そして仕上げにこちらインパラフィンのクリア樹脂を使っていきます。あとは表面が固まるのを待ちます。表面の一番高いところを削り落としていきます。表面の凸凹を整えたのでアセトンで一度拭き取ります。そして今表面の樹脂が削ったことによって薄くなっています。なのでコーティングを兼ねてインパラ樹脂を薄く塗っていきます。だいたい表面が整ってきたので耐水ペーパー600を使って表面の磨き傷を消していきます。磨き終わって水をかけた時がクリア塗装の仕上がりイメージです。なので仕上がりはこんな感じに仕上がります。
表面にツヤが出ないようにパラパラっと吹きかける、これが捨て吹きです。この捨て吹きを10分から15分乾燥させた後に温塗装をしていきます。2、30分経過した後にもう一度塗り込んでいきます。はい、クリア塗装が乾燥したので車体に取り付けていきます。よし。カーボンパネルを取り付ける前はこのメッキパーツがめちゃくちゃ浮いていたんですけど、このカーボンパネルを取り付けたことによってメッキパーツが馴染むようになりました。いいですね。そして今回のやり方だと表面がぐにゃぐにゃになっていてかっこ悪いので、今度やるときにはこれが綺麗な鏡面になるように仕上げていく予定です。リベンジだよ、リベンジ。そしてここをカーボンにしたことによってまだ塗装してない場所が気になるようになったので、次の動画では塗装してない場所をとあるカラーに変更していきます。なので次回の動画も楽しみにしててください。それではあなたのカーライフが楽しくなるようにレッツカーエンジョイ。今回紹介したカーボンの材料は下記の概要欄に詳細を載せてますので、気になる人がいましたらぜひチェックをしてみてください。毎週金曜日夜19時より動画の方を配信してます。不定期で動画を配信することがあるので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。Twitter、Instagram、ブログをやっていて動画を配信するより先に最新情報が載ってることがあるので、気になる人がいましたらぜひチェックもよろしくお願いします。それでは皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。